なんか雰囲気伝わるよな。もう言うことじゃなくて泣いてる感じの雰囲気で始まってますか。はい、ということでグララペスの成長についてですか。はい、お願いします。はい、まあグララペスの成長、僕が当事者じゃない僕が言うのもあれなんですけど、グララペスさんとは同じプレジュニオっていうチーム持たせていただいて、今年2月の末からですかね、練習試合含めすでに4回やってました。で6月の末の大会最後にやったのでも、最後逆転勝ちとかして4回やって4回も負けてないです。全部勝ってました。で、この7月8月、僕たちは普通に練習してたかなという中で、グララペスさん、7月末から8月頭にかけて日本遠征行ってましたね。はい、僕も空港で。はい、そうですね。で、見た感じ、グララペスすごい成長してんだなとは思ってました。Facebook とか通して。そうです、はい、Facebook とかで、今回の試合も、今回なかなか難しい戦いになるかなと、接戦でどうなるかなっていう感じだったんですけど、今回もコールド負けです。コールド負けギブアップです。ミランドポリスアウト取れず。はい、もう20対3ぐらいになりました。これが現実でしたということで、グララペスさん本当に良くなってました。すごい、ちょっとサングラス外して、やばいですよ、グララペスの成長ぶり。マジでもう人が変わったような、チーム自体が全部変わったような、なんかもうイメージ全然もう弱いチームだったわけですよ。だって僕らもチームもめっちゃ弱いです、ぶっちゃけ、大会に出ると。でもグララペスには勝ってたんですよ、ずっとね。しかしもう今回初回からドーンいかれてガンガンガンで、もう僕らのエラーとかでもないですよね。もうきっちりヒット打ってくるんですよ、みんなで。チームの盛り上がり、ベンチの声かけとか、なんかね、もう一人一人の人間、子供がなんかもう変わってました。生まれ変わってますね。はい、もうやばいです本当に。多分日本遠征での詳しい部分ちょっと話聞けてないんですけど、もうとりあえず学んだことが多すぎたんだなと、なんかもうすごいいい刺激をもらってきたんだなっていうのを感じました本当に。なんでそうですね、そんな感じですね。本当に生まれ変わってます、グララペス。本当に良かった。もう本当にこの言葉を送りたい。パラベンス。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。